こんにちは、ミニマリスト田中です。地方都市の隅っこで生活費月11万円でゆるく小さく暮らしています。このラジオはミニマリズムで社会のスピードから降りて自分を取り戻すことを大きなテーマに Kindle 出版で40冊以上の著書を持つミニマリストの僕が無理しない生き方やミニマルに暮らす方法などについてお話ししています。もし共感できる部分があればフォローやコメントなどお待ちしています。さて、今日のテーマはですね、人生が楽になる気にしない21のことというテーマでお話しします。最近思うんです。人生って頑張ることを増やすより気にしないことを増やした方が楽になるんじゃないかなって。もちろん全部を気にしないという話ではありません。仕事もあります。責任もあります。税金もあります。税金は多分気にした方がいいです。でも、昔の僕は気にしなくてもいいことまで全部気にしていました。他人の目、収入、将来、世間の普通、SNS、肩書き、あの人はどう思うかな？このままでいいのかな？そんなことばかり考えていました。でも、少しずつ、これは気にしなくていいか。そんなことが増えていったら、人生がかなり楽になりました。今日は、そんなお話を、ゆるく21個していこうと思います。まず一つ目、他人の評価。これは難しいです。今でも、ゼロではありません。YouTube をやっていると、高評価もつきます。低評価もつきます。コメントもつきます。少し前も人生を諦めないでほしいという動画を出しました。僕なりにかなり真剣に話しました。でも低評価もつきました。最初はと思いました。人生を諦めないでほしいという話にも低評価がつくんやって。でも少し考えてやめました。きっと伝わらなかっただけかもしれない。価値観が違っただけかもしれない。全部を理解してもらうことは無理です。だから最近は評価を見ることは見ます。でも必要以上に抱え込まないようにしています。二つ目、肩書き。最近本気で考えていました。僕って何なんだろうって本を書いています。だから作家なのかな？でも出版社から出していないから作家じゃない。そう考える人もいます。じゃあ文筆業かな？でも YouTube もやっています。Kindle も書きます。ノートも書きます。最近はエッセイの YouTube まで始めました。文筆業というより落ち着きがありません。なので最近はもう考えるのをやめました。聞かれたら本を書いています。ぐらいでいいかなと。肩書きより何をしているか、その方が伝わる気がしています。三つ目、普通の人生。これは昔からです。中学生とか高校生の頃、普通になりたかったです。クラスの中心で笑っている人たち、ああいう人たちを見て楽しそうやなって思っていました。でも、慣れませんでした。無理して近づくとめちゃくちゃ疲れます。だから今は普通を目指すのをやめました。そしたらちょっと変人になりました。予定ではありませんでした。でも今の方が楽です。四つ目、完璧な働き方。昔はこれだという仕事を探していました。でもありませんでした。会社員、違いました。無職、それは困りました。Uber Eats、これなら少し続けられました。Kindle、少しずつ増えました。YouTube、週4で話しています。今も完成ではありません。でも、最近思うんです。完璧な仕事を探すより、
少しずつ自分に合わせて作っていく方が僕には向いていました。5つ目、仕事は一つじゃなくていい。これもかなり楽になった考え方です。昔は一つの会社、一つの仕事、それが普通だと思っていました。でも今は違います。Kindle、YouTube、ノート、Uber、組み合わせです。人生も定職じゃなくてバイキングみたいなものかもしれません。好きなものを少しずつ取ればいい。取りすぎるとお腹は壊します。経験者です。6つ目、収入の大きさ。これはずっと勘違いしていました。収入が増えれば安心できる。そう思っていました。でも僕の場合、先にやったのは生活費を計算することでした。1ヶ月いくらあれば暮らせるんやろう。計算してみたら約11万円でした。ここが見えた瞬間、人生が少し変わりました。100万円稼ぐ方法じゃなくて、11万円をどう作るか、そう考えられるようになったからです。敵の正体がわかると、少し安心します。人生もゲームと似ていますね。7つ目、他人のスピード。SNS を見ていると、みんなすごそうです。出版しました。会社作りました。登録者10万人です。月収100万円です。もちろん、すごいです。でも、そのスピードで走る必要はありません。僕はかなりゆっくりです。本も少しずつ、YouTube も少しずつ、生活も少しずつ、その代わり途中で息切れしないように歩いています。マラソンって最後まで走った人が勝ちです。最初だけ速い人じゃありません。人生も多分似ています。だから最近は他人のスピードをあまり気にしないようにしています。自分のペースで今日も一歩だけ進めばそれで十分かなと思っています。8つ目、発信用アカウントの数字。ここはちょっと誤解してほしくないんです。僕、数字は見ます。めちゃくちゃ見ます。YouTube スタジオも見ます。スレッズの反応も見ます。見ないと改善できないからです。でも、昔と一つだけ違うことがあります。数字で気分を決めなくなりました。例えば、昨日より再生回数が少ない。もちろん、なんでやろう、とは思います。でも、もう終わりや、とは思いません。逆に、急に伸びた日も、天才かも、とも思いません。数字って、感情じゃなくて、データなんですよね。だから、最近は、数字を見るというより、変数を見るようになりました。タイトルを変えた、投稿時間を変えた、サムネを変えた、何が変わったんやろ。そう考えるゲームです。だから、数字に一喜一憂するより、仮説を立てる方が楽しくなりました。9つ目、遠回り。昔は遠回りが嫌でした。会社員を辞めて、無職になって、Uber Eats を始めて、何やってるんやろ。そう思ったこともあります。でも、今思うと、全部必要でした。会社員だったから、会社が合わない人の気持ちがわかります。無職だったから、将来が不安な気持ちもわかります。Uber をやったから、自由に働く感覚も知りました。全部、今の発信につながっています。だから、遠回りじゃなかったんですよね。ただ、当時の僕には、それが見えませんでした。人生って、後ろを振り返って、初めて道になります。歩いている途中は、だいたい迷子です。10個目、もう遅いという考え。これも、昔はよく考えていました。今から始めても、
遅いかな？ YouTube 遅いかな？ Kindle 遅いかな？ SNS 遅いかな？でも、始めてみると、意外と遅くありませんでした。むしろ、もっと早く始めればよかった。そう思うことの方が多いです。だから最近は、遅いと思ったら、その日に始めるようにしています。明日になると、もっと遅くなるので、11個目、世間の正解。僕は、正社員を辞めました。そうすると、大丈夫なんと聞かれます。心配してくれているんだと思います。ありがたいです。でも、正社員だけが正解ではありません。逆に、フリーランスだけが正解でもありません。人によって違います。だから、世間の正解より、自分の正解を探す方が大事だと思っています。僕は、会社員より、今の働き方が合っていました。それだけです。12個目、人生の勝ち負け。SNS を見ていると、勝ち組、負け組、そんな言葉を見かけます。でも、よくわかりません。誰と勝負しているんでしょう。少なくとも、僕は誰とも戦っていません。昨日の自分より、今日の自分が少しだけ楽に生きられた。それくらいで十分です。人生って順位が出ないゲームです。だったら、勝ち負けを気にするより、今日のご飯が美味しかった。その方が幸せかもしれません。13個目、物を持っていないこと。ミニマリストというと、何も持っていない人、そんなイメージがあります。でも、僕は減らしたかったのは、物じゃありません。管理です。探す時間です。掃除です。判断です。物が少ないと頭の中も静かになります。だから、物が少ないことを恥ずかしいと思わなくなりました。むしろ、管理するものが少ないって結構贅沢だと思っています。14個目、嫌われること。これは今でも少し怖いです。でも、全員に好かれることはできません。軽自動車が好きといえば、つまらん人生やなと言われます。人生を諦めないでほしいといえば、低評価もつきます。だから、最近は考え方を変えました。嫌われないことより、ちゃんと届く人に届けること、その方が大事だと思っています。全員に好かれる発信より、一人でも救われました。そう言ってもらえる発信の方が僕は好きです。15個目、将来を全部心配すること。これ、昔の僕です。5年後、10年後、老後、年金、結婚、子供、全部心配していました。もちろん、考えることは大事です。でも、全部は無理です。だから、今は、まず1ヶ月、次に1年、そのくらいで考えています。生活費はいくらか、今月はどう過ごすか、今年は何を作るか、そこに集中すると、不思議と将来への不安も少し減りました。未来って今日の積み重ねです。だから、10年後を心配するより、今日を少し整える。最近は、そっちの方が人生は楽になる気がしています。16個目、毎日頑張ること。昔の僕は、毎日頑張ることが正しいと思っていました。休むと、なんとなく罪悪感があります。でも、続きませんでした。だから最近は、頑張る日もあれば、休む日もあります。先日も、今日は休もう。そう思っていました。でも、暇でした。知っていました。いつものことです。結局、新しい YouTube チャンネルを作っていました。休みって難しいですね。
でも、休んでもいい。そう思えるようになっただけでも、少し楽になりました。17個目、お金を使うことイコール幸せ。昔は、お金を使うと幸せになれる。そう思っていました。もちろん、美味しいご飯も好きです。旅行も好きです。でも、最近思うんです。幸せって意外とお金を使っている時間じゃありません。文章を書いているとき、YouTube を話しているとき、カフェで考え事をしているとき、そういう時間の方が幸せだったりします。だから、お金を使うことより、時間の使い方を気にするようになりました。18個目、失敗。これは、最近、一番気にしなくなりました。理由があります。全部、ネタになるからです。エッセイを書き始めてから、人生が少し変わりました。失敗しても、ああ、一本できた。そう思います。アンチコメント。一本、胃もたれ。一本、肩書きがわからない。一本、最近、失敗すると少しだけ嬉しいです。多分、あまり良くない傾向です。19個目、〇〇しなきゃ。最近、ずっと思っています。海外翻訳をしなきゃ。知っています。やった方がいいです。印税も伸びます。評価も高いです。全部知っています。でも、気づいたら、エッセイを書いています。海外翻訳を後回しにしている間に、短編集が3冊できそうです。順番がおかしいですね。もちろん、やります。多分、今日こそ、いや、明日かもしれません。20個目、人生を急ぐこと。SNS を見ていると、急いでいる人が多いです。月収、登録者、全部、早いです。でも、僕は、急ぐのをやめました。毎日、少しだけ、積み上げる。その方が、僕には合っていました。人生って、短距離走じゃなくて、散歩くらいが、ちょうどいいのかもしれません。途中で、喫茶店にも寄れますしね。21個目、未来を完璧に決めること。これも、昔はやっていました。5年後はこう、10年後はこう、全部決めようとしていました。でも、人生って、そんなに思い通りになりません。というか、思い通りにならなかったから、今があります。会社員を辞めるなんて、思っていませんでした。Uber をやるなんて、思っていませんでした。Kindle を40冊以上書くなんて、思っていませんでした。YouTube を始めるなんて、思っていませんでした。そして、エッセイを書くなんて、一番思っていませんでした。だから、最近は、未来を決めることより、今日を面白くすること、それを大切にしています。今日が積み重なれば、未来も多分面白くなると思うので、最後に今日21個話してきました。でも、全部に共通していることがあります。それは気にしないということです。ミニマリストというと、物を減らす人、そんなイメージがあるかもしれません。もちろん、それもあります。でも、僕が本当に減らしたかったのは、物じゃありませんでした。不安です。焦りです。他人の評価です。こうしなきゃ、という思い込みです。そういうものを少しずつ手放していった結果、暮らしも、働き方も、人生も少しずつ軽くなりました。だから、ミニマリズムって、物を減らすことではなくて、気にしなくてもいいことを減らしていくことなんじゃないかなと最近は思っています。もちろん全部を気にしない人にはなれません。僕も今でも気にします。低評価も見ます。
コメントも見ます。数字も見ます。税金も気になります。これは多分一生気になります。でも気にしなくてもいいことまで抱え込まなくなりました。その分だけ本当に大切なことに時間を使えるようになりました。僕は人生って何を頑張るかより何を気にしないかの方が実は大事なんじゃないかなと思っています。もし今日のお話の中で一つでもそれ気にしなくていいかも、そう思えるものがあったら明日からの人生は少しだけ楽になるかもしれません。最後まで聞いていただきありがとうございました。もしこんな暮らし方や考え方に共感していただけたら概要欄も覗いてみてください。Kindle では40冊以上の本を書いています。ラジオでは話しきれなかったことを文字で読むラジオとして残しています。それではまた次のラジオでお会いしましょう。ミニマリスト田中でした。バイバイ。